崎美沙です。ということで、今日はですね、コンピューテックス2日目ということで、気になる新製品をですね、さっさと一緒に見ていきたいと思います。どうも、ザさんです。よろしくお願いしはい、よます。ろしくお願いしおます。願いします。行ってきます。ということで、NGXT の、コーナーにですね、行きたいと思います。あったんだ。本館と違うくてさ、なんかホテルの一角でやってるみたいです。NGXT で固めるとこんな感じのデスク周りになります。めっちゃかっこよくない？まず PC ですね。この PC ケースなんやろ？なんかパンがさ埋まってるんだけど、すごっ、かっこいい。めっちゃこんな埋まるような PC ケースあったっけ？これだ。この PC ケース H7 フローらしい。あ、こんな感じで下側がなんかすごくない？下側ないんやけど、前から見るとこんな感じなんやけど、横から見ると開いてる。超おしゃれや。これがさっきの PC ケースですね。あ、こうなってるんや。これすごくない？中にさ、パンが埋まるようになってんの。あ、本当だ。すごいよな。このパンもついてんのかな、ケースに。横側も光るようになってるね。これ白色バージョンです。右側に電源つくタイプにしてはケースの幅そんな広くないね。H7 ね。横側がちょっと短いね、確かに。その分、ちょっとだけ気持ち、後ろ側が前に出てるっていう感じかな。うん。でもこれかっこいいな。考えたね。めっちゃシンプルなケース好きな人には良さそうだね。こちらが先ほどの3種類の120が2枚の240と142枚の280にして123枚の360ミリのパンです。けどこれ売ってんの？白色の見たことない気がするけど。C シリーズゴールドでも1100ワットにしては結構コンパクトだよね、めっちゃ。確かに。これ奥行き結構ちっちゃいと思うよ。もうここまで白、ネッカーまで。すごい。で、なんかちょっとここの上側がね、ツヤツヤした素材で、ちょっとおしゃれです。これかわいい。はい、こちらアンテックさんにやってきました。こちら PC ケース新しい新製品らしいんですけど、この中ね、裏配線マザーボードも対応しているというケースで、白色もあるみたいです。この低めのアクセントがまたいい。すごいよね。なんか変わってるよね。うん。なかなかない。うん。なんかあんまり見たことないような感じの。まあ、白色やったらこんな感じになるのかな。こっち側はなんか裏配線マザーボード対応じゃないみたい。これはプラスの普通のバージョンとプロ特徴は違います。ここは CPU の GPU を映すモニターがあります。とこちらそこも前側に来るんですか？あ、なるほど。ケーブルを使えばそう。なるほどなるほど。普通の電源でも背面の方からコネクターが出るっていう。あ、なるほどね。これ最高。しかもさ、ここパカって取れるからこの外付け SSD とかハードディスクも入れやすいね。確かに。これもすごい丸いじゃないですか、この角が。初めて見たヒロアレスケースで。実は昨日俺コンピューテックスで見てきたんだけどさ、うんこれ斜めから見た時もこう線入んないからさ、こう綺麗に中が見えるってことになってるらしい。ああ、なるほどね。普通のミラーレスってこう、はいはいはい。柱はないけどちょっとまあ線っていうか、確かに確かに。なんかおすげえ、すごいそううやつスライド。すごっ。わあ、すごい新しい。動画からさ熱いんですよ。これも裏配線マザーボード対応ですね。本当だ。さっきの PC ケースで組んだらこんな感じらしい。なんかちょっと変わってない？このファンも。すごっ、光り方。靴型 PC。靴 PC 来ましたこれ日本で発売されたんでしょ？日本で発売赤色かなされて、これ新色なのかオリジナルかはちょっとよくわかんないですけど、
海外ではなんか2色ぐらいあるらしい。すげえな、これすごいっしょ。めっちゃかっこいい。クーラーマスターといえば靴だけじゃなくてさ、クジラみたいな PC ももう何百万ってするらしい。そうなんだ。あれクジラってかサメかな。じゃーん、これです。これ何百万もするらしい。何倍だかな、ちょっと値段忘れたんですけど、これえぐいらしいよ。めっちゃかっこいい。でも思ってたよりはちっちゃいわ。ちっちゃい。もっとねバカでかいかなって思ってたんだけど、それめっちゃ可愛 PNY い。の可愛いグラボが売ってたらしい。ほらこれ。じゃーん、こんな感じ。これ横にあるのがさ、フラクタルデザインのケースなんだけどさ、それと合わせる用のデザインなのかもね、これ。なるほどね。でもこれ中身見えないフラクタルデザインのやつ確かにかわいい。でもめっちゃ可愛い。これ塗装されてんのかな。どうなんだろう。ビールをたかりに行ったサッサンであ、す。 Thank you 喜んでる。パリットのアカウントをフォローしたらビールもらえた。おー、いいね。これ飲んでいいですか。いいねいい失礼しまね。グイッといっちゃって。あ、いいよ。パリッとで飲むサッサン。これをちょっとサッサンに体験してもらおうかな。これやりたい。このね、左上にカメラがついてるんですけど、写真を撮るんですよ。このね、カメラの映像を読み込むとですね、いきますよ。見てて見てて。お、なんかいいかっこよくない？なんかイケメンだよ。俺の写真クソ目つぶってたけど。あ、でもなんかぽいね。すごい。画像ももらえます。画像もらえんだ。そう、コンピュテックスの今回の結構目玉が AMD なんやけど、 AMD の CPU どこに置かれてるのかっていうのがちょっとよく分かってない。わからんな。分からない。何回なのかもわかりません。確かにね、何回なんかも分からんね。4回までとりあえずあんねんけど、4回は全部ゲーミングなの。だからゲーミングじゃないところにあるんかも。インテルブースもすごいな。あ、AI 機能かな、インテルは基本的に。AI 機能とかなんか紹介してるっぽい感じ。はい、ということでサーマルテイクブースにやってきました。サーマルテイクの新製品をね見ていきたいと思います。最近タワー300っていうのが発売されたと思うんですけど、それのまた新しい形、サイズが出ました。それがこちらです。これがねタワー250っていうのが新しく出るというか、まあもう一つ300よりも小さいやつ。結構可愛い感じだな。かわいい。ちっちゃくてね、かわいいよね。マザーボードはもうかなり小型ミニ ITX かな。そうで、今までミニ ITX と普通のマイクロ ATX しか入らなかったんですよ、タワー300は。でもさらに大きい ITX が入るサイズ、それがこちらタワー600がね ATX サイズが入るらしい。これさ、横金できるのいいな。でもよりマザーボードはマイクロ ATX までだったんでしょ。そうだから ATX が入ることによってこのグラボを横置きにできるようになった。縦置きか。だからさらにかっこいいよな、ここが。お、かわいい。これ超可愛くない？これ新しいケースかな。これもなんかディスプレイついてるな。これも交換なんかな、わかんないけど。ディスプレイといめっちゃうか、可愛くない？前から見るとこんな感じ。めっちゃ可愛いの。確かにめっちゃ発売された可愛い。ら絶対人気出るやんこれ。やっぱりサーマルテイクといえばカラー展開が豊富っていうところ、奥も見てください。奥もあるんだ。ピンク、黄色、緑。同じケースの色違いかな。なんそう、かタワーシリーズと同じやね。噂によるとすっごいやばい PC が置いてるらしい。サーマルテイクのどっかに。高そう。モッド PC コーナー来た？モッド PC。これさっきのケースをめっちゃ塗ったんかな。これはタワー300で簡易水冷じゃないや、本格水冷いけんだね。うわ、これかわいい。いろんなタワー300があります。バズライトイヤー。あ、そういうことか。そしてこれサーマルテイクって書いてる。これなんだろう。これ何？これ黄色をイメージしたいろんなカラーをね合わせて多分使ってんのかな。これ GTR だ。GTR デザイン。車のすごい。 GTR。これはなんだろう。これなんだろうね。ガルフグルフ。
これ何のやつなのかわかんないけど、なんか外付けで、外付けのさ、うんこのクーラーみたいなの何？これ何？あ、これが本格水冷のやつなんか。裏に液体入ってるわ。これ分離してまはすね。セパレートタイプ。白色。申請えぐいね。えぐい。やっぱマジで DIY 可愛いわ。なんかインテリアをね、なんかね、すごい重視してるというか、なんか置いてて可愛いようなあものを作ろうって。あ、これすごい。横側さ、ガラスに変えてる。これね、本当だねサーマルテープのすごいところが全面取れるっていう。このあ、取れるんだ、それ。しかもね、この取れ方がエグくて、これはネジついちゃってんねんけど、ああここがマグネットなの。ネジは本当はついてへんねん。簡単に取れるんだ。めっちゃ簡単。これじゃなかったかな。違か。う。もっとやばい。あ、あ、ここかな。すごいこれ。じゃじゃーん、こちらです。見てください。皆さん、この何か違和感気づきませんか？ありがとう。なんと、この PC、水に浸かっています。すごい。水に浸かってるんですけど、ちゃんと動いてます。モニター映ってます。すごくない？なんか特殊らしいよ。これはできないよね、普通はね。面白い。はい、ザルマンやってきました。新製品見たいと思います。これすげえ。ザルマン。このケース、本体正面、ほぼこれやばいな全部ディスプレイ。すごい。しかも開いてるよ。見て、パカって。これさっきさ、うん。これさっきっていうか昨日さ MSI でパソコン見たじゃん、デスクトップ、それと同じような感じなのかな。うん。ケース単体で売ってんのかな、どうなんだろうね。サブディスプレイとして使えるか、もしくいやはこ。れ多分ねサブディスプレイとして使える。なんかさ、ほらほらこのあ、本当だ、本当だ。メディアプレイヤーの画面出てるから普通にパソコンの画面として動いてるわ。これ中身見たくないと思うんですけど、これ。これどうなってんの？なんか開いてる普通に裏ファンじゃない？わかっ裏普通にファンだわ。た。角度つけれるんじゃないそれ。え？角度つけてさ、あだから要は、こうデスクに置いてると仮定して、あああ、こうやってやるこうやってこかっこよくさ、ちょっとと。まあそういう使い方もできなくはないか。飾りもできるよみたいな。しかもザルマンって結構安いメーカーさんなんですよ。あなんでこのディスプレイのやつも結構安い説もワンチャンちょっと期待できあ、るんちゃう？どうだ？だってさパソコンのモニターって普通に2万とかするじゃん、1万5千円とかやってても。だから結構しそうな感じはするけどな。なんか数千円で売ってたりするぐらいのメーカーさんやから、もう今一番安いっていうぐらいのコスパはいいって言われてるメーカーさんやから、ワンチャン他よりかは安くで買える可能性はあるよね。同じディスプレイの PC ケなるースでも。ほどな。あれなんだっけ？めっちゃ人気な PC、リアンリー見てなくない？リアルにないかも。リアンリーちょっと気になるけどな。あなんかないかな。エースス見る？あ。ROG 見てもいいか。チラ見する？うん。そうじゃない？新型？そまだ発売されてない。う。いや多分発売されてないけど、でもね確かCPU は一緒らしい。確かねメモリがでかくなったとかそっち系だった気がするわ。本当だ。エーライ X って書いてる。あうわ、これちょっとあ同じようなやつちょっと出てるじゃないですか。ROG さんからもディスプ。レイつくんかな。お何どういうこと？どういうこと？ディスプレイカーブしてるけど。なんか動いたけど、書いてた書いてた。すごい。これ上にさ HDMI ついてる。あ、じゃあそこサブディスプレイとして使えるんじゃん。そうかも。すごい。すげえ。ROG といえばこのさ、ド派手なさデスクトップ PC。これすげえよな。これじゃない？使われてんの？違う？あれと違う？あ、そうかも。あ、違うな。なんか薄くない？いやこれ。これ結構映像綺麗やわ。綺麗だね。伸ばすと結構画面がより大きくなるね。あ、これありがとうございます。 BTF っていう配線が裏になってる裏配線まではい、裏どうですか。配線のモデルになってるので、このケーブルいつもあったと思うんですけど、それがなくなってたりはする。全部裏配線。裏配線。はい。そっかすごい本当だグラボの電源のめちゃくちゃ違和感あります発電源ない。どこにあるんですか？で全部この
刺さってるところから給電しているんですね。あ、クーラーマスターのやつなんですね。コルセアさんが買収したメーカーさんというのはいくつかあるので、ちょっと軽く紹介していきたいと思います。まずはドロップっていうカスタムキーボードのメーカーさんです。このフレームっていうのがアルミニウムとカーボン製のなんかいろんな種類があるみたいで、こうやってすごいこんな感じで取ることができるらしい。24 karat gold plated brass. 真鍮、真鍮。めっちゃ重い。すごい高級感あふれてる。こんな感じで、うわ、めっちゃ高そうなキーボードに早変わりした。これがカーボンらしい。車とかの素材かな。続いてはスカフというメーカーさんで、スマホ用のコントローラー、アプリを使用していろんな設定することができるみたいで、最初からねこんな感じでアプリが入ってたりだとか PS5 とかのリモート機能を使用して遊ぶことができます。はい、アスロック来ました。じゃん。アスロックの新製品ちょっとね軽く見ていきたいと思います。何？じゃーん、 PC でしょ。ここにね後ろ側にここもついてるよ。なんかマザーボード。何これ。何これ？どういう PC だの？ AMD のベースを見つける前になんかね、台湾版ホタルの光みたいなの流れ始めた、流れ始めました。2日間コンピューテックス行ったんですけど、全部回ることは絶対にできません。はい、ということで、今回はですねコンピューテックスの新製品だったり、開発中のものとかもいろいろあったと思うんですけど、そのあたりを紹介させていただきました。気になったっていう方はね、よかったら他の動画も上げてあるので見てみてください。笹の方もね、よかったらチェックしてください。上げてるので。レザキムさんでした。ハさんでした。バイバーイ。